はい、こんにちは、やつさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報の方を共有していきたいと思います。海外のテレグラム、あとディスコードですね、公式のものから僕ので重要なものをですね、抜粋して、解説の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。昨日ですね、ガバナンス投票の件話しましたが、要はね、15%スパークトークンエアドロップしたものを、そのままね、デリゲートしないと、残りの85%もらえないということで、情報の方出てまして、そちらの方ね、結構海外のコミュニティの方でもね、話が結構出てますので、そちらをね、メインにまとめましたので、解説の方をしていきたいと思います。はい、まずですね、一つ目、7月12日、昨日ですね、ジェネシスブロックはもう検証されましたかという質問で、ジェネシスブロックはこれで、ブロックチェーンメインネットをローンチした後で、そのブロックチェーンの始まりのブロックですね。一番最初のブロック。それがね、検証されてますかということで、実際にはね、11日にね、ローンチの予定だったんですが、まだですね、ということですね。で、今週中に行われるということですね、解説をされています。はい、で、15%売った人がね、受け取った85%の損失はどこに行くということで、売っちゃったらね、残りの85%もらえなくなるわけですけども、その分はね、どこに行くんですかっていうね、質問されてまして、これはね、まだ、という段階で企画書が出た時にですね、すべてそこで説明しますと。で、ガバナンスの詳細がね、今後発表されますので、その時にね、説明するということで、しばらくお待ちくださいということですね、のされてます。はい。で、同日ですね、エアドロップの提案にはもちろん今年末のガバナンス投票期間中に反対投票を投じることも可能ですということで、要は賛成だけじゃなくてね、この今回のその85%で受け取れないっていうね、15%売っちゃったら、そういったね、ものに関して、反対をね、投票することができるということですね。FLR を使って、投票するようで、ラップしてね、WFLR にして、それで投票するような形になるということで、発表の方されました。はい、で、フレアを買った人がデリゲートしたらどうなるでしょうか。15% デリゲートされたと仮定して、エアドロップを受け取るのでしょうかということで、これは、新しく買った人ですね。新しくフレアを買ってデリゲートしたら、それはね、今回のその 15% デリゲートしたのと同じになるんですかって、同じ意味になるんですかって質問に対して、これもまだですね、提案の公表をね、ガバナンス提案の公表を待ってくださいということで、それまではこれ以上の詳細はまだ提供されませんということですね。ちょっと待ったらまた出てくるかもしれません。はい、で、あとメインネットの立ち上げ、をね、今週中に発表してくれるのでしょうかという質問に対して、もちろんですと、ジェネシスブロックの直後に発表される予定ですということで、最初のブロックがメインネットで生成されたら、その直後にね、発表される、メインネットをローンチしたとね、発表の方があるということですね。今週中とのことです。はい、で、10%分をデリゲートして5%分売却したらどうなりますかということでね、15%をデリゲートしないと85%もらえないって話だったんですが、じゃあね、逆に今度10%分だけデリゲートして、じゃあ5%分を市場で売却したらどうなるかということで、その場合ね、一部を売却した場合は、要は5%ね、そしたら毎月もらえる額が少なくなるということで、2%から3%を毎月ね、分割で、24から36ヶ月で分割配布ということですが、その分がね、少し減るということですね。そのように説明されています。はい、で、ウォレットがないので、保持または販売することしかできません。85% 取得するにはどうすればいいですかということで、要は外部ウォレットとか持ってないからデリゲートすることはできないと。で、取引所とかもないんでしょうね。なので、そこでもらったらもうその取引所しか持ってないから、もっとか売るか、販売するしかできませんという質問に対して、ヒューゴ CEO がね、答えてました、テレグラムで。売却して別の場所で購入することができますということで、なので、そちらのね、エアドロップされた取引所全部一回売っちゃって、で、新しいね、そのデリゲートをサポートしている取引所なのか、そちらでね、購入する、もしくはウォレットに移動するとか、そういったオプションがあるといった形で説明されております。はい、で、次、ビットリューで、スナップショットを作成しましたが、FLR の最初の15%をデータプロバイダーにデリゲートしないと、残りの85%を受け取ることができませんか、解決策は何ですかって質問に対して、取引所がデリゲートサービスを提供することは可能なんですが、それは個々のプラットフォーム、取引所のプラットフォーム次第ですと、そうでなければユーザーはトークンを提供する取引所に移動したり、自己保管のウォレットに移動したりして、自分自身をデリゲートすることができますということで、
このね、取引所がデリゲートサービスを提供するっていうのがちょっと僕の方でもね、いまいちよく分かってなくて、自己ウォレットだったら、例えばメタマスクとかね、ビフロストとか、ウォレットを介して、で、外部のね、FTSO のサイトに、紐付けてね、そこでラップして、デリゲートするってことは、僕の別の動画でもやり方はね、解説しているのでできるんですが、この取引所がデリゲートサービスを提供するっていうのはどういったものなのか、取引所がね、なんかそのフレアのね、デリゲートサービスのアプリケーション使えるのかとか、なんかちょっとよくわからないんで、ここら辺をね、また詰めてね、今後詳細出ましたら僕のでまとめてね、公開、したいと思いますが、要はまあ自己ウォレットで、外部の FTSO サイトに紐付けてデリゲートするか、もしくはその取引所がデリゲートサービスを提供する、取引所ね、そちらで、デリゲートするといったどちらかになる形になるかと思いますので、取引所で、もらう方はね、取引所のアナウンスもね、公式のアナウンスとかもよくね、注意して見ておくといいかと思います。はい、で、またね、昨日、もし満額を、望むなら3年間一切売ることができないのですかということで、エアドロップね、3年にわたって配布されますが、100% 受け取るためには何も売ることができないのですと。で、参加者が少しでも売ると、時間の経過とともに、受け取る額が少なくなるということで、先ほどの話と同じですね。だから少しでも売ってしまうと、満額ね、100% 満額っていうのは、受け取ることができないと。ですので、デリゲートしていく必要があるということですね。形になります。で、これも同じような内容になりますが、ユーザーがエアドロップのスパークトークンをいずれか販売した場合、時間の経過とともに受け取る金額 100% 未満になりますということで、エアドロップした分に関してもデリゲートしておかないと、それがね、最後 100% 未満になってしまうということですので、それもね、デリゲートしておかないと、まあ、100%じゃなく90、ないしは80とかね、下がってしまう可能性があるというね、配置のをされてました。はい、で、さらに参加者100%を取得するため、毎月の増分、これ今話したのと同じですね。毎月のエアドロップの分もデリゲートする必要があるということですね。解説をされています。はい、で、スパークトークンもっと買ってデリゲートすれば、結果的にエアドロップが増えるんですか、増えるんじゃないんですかって質問に対して、それは可能ですと。ただし、エポックロック期間によります、FTSO の仕組みに非常によく似ているということで、これは、エアドロップが増えるんではなくて、その FTSO にデリゲートすることによって、そのデリゲート報酬っていうのが FLR もらえますので、それで増えるっていう形です。だから勘違いしないようにしないといけないんですが、エアドロップと FTSO のデリゲート報酬別ですので、エアドロップはもう XRP のスナップショットでもう固定して決まっているので、決められた数量になります。で、それを預けてデリゲート報酬をもらうっていうのがオプションでまた追加になっているものですので、で、エポックロック期間っていうのは、ソングバードであれば SGB をね、デリゲートして1週間ごとにね、報酬が発生するっていった仕組みになりますので、それをだからどれぐらい預けてるかっていうようによって、まあ、その量が決まってくるっていった形になっているかと思います。はい、続いて、この点は DeFi に、参加することができなくなることを意味しませんかって、要は、そのね、デリゲートしなきゃいけないんで、ロックされるわけですよね。あなたの FLR を外部のFTSO ないしはどっかのね、あれに預けて報酬をもらうっていう形にすればロックされちゃうんで、それ他の DeFi に預けたりとかステーキングしたりできなくなりませんかっていうことで質問のされてまして、それはね、いいえという、必ずしもトークンを使えないというわけではないという、ロックっていうわけではないと。例えばエアドロップを取得しながら、DEX に流動性を提供することはできるかもしれませんと。だから、その流動性を提供したことによる取引手数料の報酬と、あとはエアドロップと、あとは FTSO のデリゲート報酬ですね。この3つがもらえる可能性もあるということで、今現在、ソングバード、フレアファイナンス、FLR ファイナンスで、DeFi でね、ステーキングサービスがありますが、あれは SGB をね、ラップして WSGB に変えて、それを、ファームね、FLR ファイナンスのファームに預けてステーキング報酬で、SFIN っていうトークンを取得することができるんですよ。同時に、そこでファームに預けておくとデリゲートも同時に行われて、Twitter だったかな、プロバイダーに預けられるんで、SGB のね、報酬ももらえるということで、SGB と SFIN の報酬をもらえるっていうことがもうすでに成立してるんで、そういったものがね、今後フレアでも行われる可能性もあるということですね。だから同時並行ですね。DeFi、FTX のデリゲート報酬と、ファームですね。ファームの報酬一緒にもらうといった形になるかもしれませんということですので、今後またね、発表のあるかと思います。
はい、で、7月12日ね、受け取った金額の 100% プラス毎月の 3% をデリゲートする必要があるとおっしゃってますが、ガス代としてさらにね、数枚の FLR は購入する必要があるのでしょうかということで、ラッピングね、ラップする手数料とか、あとはリワードの請求、報酬がね、エポックでデリゲート報酬を請求するときとか、あとはデリゲートのためのガス代、っていうのは十分な FLR は絶対に必要ですというの回答がありますので、その手数料を払う分がね、必要になってくるかと思います。まあそんな大きな量じゃないと思いますが、手数料は発生しますということですね。回答の方されてます。で、あと、7月13日で、投票ですか、1FLR で、1票ですかって質問に対して、1WFLR ね、ラップしたもので投票ということですね。1ガバナンス投票ということで、投票のやり方はね、またガバナンスの提案で、また今後公開、されていくかと思います。はい、で、7月13日本日ですね、最初の 15% と毎月の増分をデリゲートしても、毎週の報酬だけ販売すれば、ペナルティを受けることなく、最終的に元のエアドロップの 100% 手に入れることができるんじゃないんですかって質問に対してですね、これは、最初の 15% と、あとは毎月の増分は、エアドロップ分はデリゲートすると。ただ、そのデリゲートしたことによるデリゲート報酬でまたね、FLR もらえるんで、そのデリゲート報酬の FLR を売っちゃうっていうことだけしていれば、元のね、エアドロップの方は手をつけてないわけですので、問題ないんじゃないですかっていうことに対してだと、イエスですということで、だから FTA 総報酬は売れるってことですね。デリゲート報酬の分の FLR は売れますが、エアドロップ分と最初の 15% はデリゲートしておく必要があるっていう形になります。はい、で、7月13日、もしガバナンス投票で、この案が可決されれば、デリゲートの要件は成立し、今後、その後間もなく開始されるということで、決まればね、すぐに開始されるといった形になります。はい、で、デリゲートしたらエアドロップの分から手数料取られてしまうのではないですかという、ことに対して、これもまた先ほどの話と同じようですが、勘違いしないようにしないといけないんですが、エアドロップの報酬と FTSO の報酬は全く別ですので、エアドロップの報酬をしっかり受け取るための FTSO のデリゲートの手数料っていうのは必要ないっていうことですので、エアドロップの分から手数料取られるわけではないという形ですね。はい、で、スパークを買った、あとは FTSO から稼いだ、あとは F アセットから稼いだ FLR ですね、それぞれね、どのように区別するんですかということで、これはね、これらの報酬は別のコントラクトアドレス、別の契約のセットできますっていう、回答の方されてますので、区別がね、つくようですね。そのような形で、回答の方されてます。はい、で、FTS エアドロップの仕組みは、エポックとロックの感覚が別々になりますということで、これちょっと分かりづらい、ね、表現にはなってますが、おそらくその、まあ、同じね、FTS もエアドロップもエポックとロックっていうのがね、同じ提供されるようですが、それぞれの感覚がね、別々になることで、そのデリゲートとエアドロップの違いがね、分かれるということでね、また、今後のね、提案書の中で、説明されるということです。はい、で、あとは、配布を FLR ではなくて WFLR に、することは可能でしょうか。要はラップされたものをラップで返してもらえませんかと。英国の税法ではWFLR として受け取った場合は、売却するまでキャピタルゲイン税は発生しませんということですね。これコミュニティの方が解説をしてたんですが、僕もちょっとね、専門家じゃないんで税金のことはちょっとよくわからないんですが、エアドロップと FTO その報酬はラップされたものじゃなくて FLR、スパークトークンになりますと。で、それによる税金の影響についてはお住まいの地域の認定税理士にご相談くださいということです。で、専門家のね、税理士の方に、そのね、税金に対しては聞いてくださいということで回答の方されてます。はい、で、フレアはエアドロップが受け取るトークンと FTS をデリゲーションから受け取るトークンをどのように分けるんですかということで、そのシステムは、あるエポック、異なる感覚の FTS を報酬エポックとは別、エアドロップのエポックがね、の中に特定のウォレットに保持された WFLR の特定の量っていうのを追跡して、それに見合ったね、エアドロップを支払うっていう形になってるかと思います。そのようにね、説明の方されてますので、そういうシステムになってるってことですね。ちょっと難しくてよくわからないんで、またね、詳細の方があったらまた僕の方で動画の方を撮っていきたいと思います。
はい、ここまでがね、最新情報になります。で、結構ね、いろんな賛否両論ね、分かれるかと思います。まあ、単純にね、エアドロップスパークトークン楽しみにしてて、もらったらもうすぐ売ってね、現金化したいって考えてた方もいるかと思いますし、あとは、そのデリゲートとかね、ファームとかで、さらにね、その FLR を使って稼ぎたいって思ってる方もいるかと思います。ですので、2方向にね、分かれるかと思いますが、まずね、まだ情報の方が出てきたばっかりですので、詳細はね、あれこれ、まあ、悩んだり考えたりするのは、そのガバナンス投票の詳細がね、ちゃんと公開されるようですので、それを見てね、それを見た上で判断すると。あとは今回のこの、FTS をデリゲートの話っていうのはまだ確定ではないので、そのガバナンス提案が公開されて、それに対してコミュニティがね、FLR をラップした WFLR にして、投票して、反対投票もね、投じることができるって冒頭でも話しましたが、それによって、賛成された、可決された場合は実行されますので、ですので今の段階では、まだね、内容の方も不明確なことたくさんあるかと思いますし、あとはなおかつ決定した事項ではないので、悩んでもしょうがないですよね。ですのでそこら辺はね、注意していただいて、今後また僕の方でね、どんどん動画の方を撮っていきたいと思います。結構海外のグループでもこの話はね、盛り上がってますので、僕の方もね、ちゃんとね、説明の方をしていかないといけないなと思っておりますので、またね、動画の方をまとめて配信の方していきたいと思いますので、ご視聴いただければ幸いです。はい、じゃあ今回はね、また、スパークトークの話になりました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。